スイッチ2が1万円上がるって、見間違いかと思ったじゃん。見間違いじゃないわ。国内専用は59,980円になるのよ。理由もちゃんとあるのだ。そこから見ていくのだ。今月25日から国内専用のスイッチ2が1万円上がるのだ。59,980円になるのね。ゲーム機でこの値上げ幅はかなり目立つわ。アメリカ版も9月から50ドル上がって499.99 ドルになるよね。理由はメモリーなどに使う半導体の価格が上がっていることなのだ。半導体って機械の中で動きを支える部品でしょ。そこが上がると本体に直撃するわね。原油価格の高止まりもあるから作る側の負担が重なってるじゃん。だから会社はこれからの製造コストも上がると見込んでいるのだ。古川社長も難しい判断だったって謝ってたものね。売る側も悩むわ。買う予定がある人は値上げ前後の日付を見ておいた方がいいよね。一つの部品の上昇が完成品の価格にそのまま返ってくることもあるのだ。上昇、ライズって空気ね。市場は容赦ないわ。でも去年6月の発売から販売台数は1986万台まで伸びたんだよ。売上は前の年度より 98% 余り増えて2兆3130億円で過去最高なのだ。最終利益も4240億円で 52.1% 増。値上げだけじゃ見えない強さがあるのね。人気は強いのに材料費の波がじわっと来てるってことじゃん。みんなはこの値上げ納得寄りなのかそれともびっくり寄りなのか気になるのだ。コメントで聞かせてちょうだい。私も反応を見てみたいわ。次はソニーの話なのだ。 TSMC と提携で合意したのだ。半導体の受託生産で有名な会社と組むってかなり攻めてるじゃん。合弁会社を設立して進めるってことね。2社で一緒に会社を動かす形よ。熊本健康志士の新工場で次世代の画像センサーの開発や生産ラインの検討を進めるのだ。画像センサーって光を受けて映像に変える部分だよね。カメラの要になるやつじゃん。そこを新工場で回すなら開発と生産を近づけて進める狙いかしら。元木社長も設備投資を抑えながら収益性を上げる工夫の最初の一歩だって話していたのだ。つまり自前だけで抱え込まずに相手の力を借りる方向なのね。工場って大きいほど強いと思ってたけど組み方でも変わるんだね。そうなのだ。作る場所だけじゃなくどう組むかが大事なのだ。ソニーのカメラ技術って強い印象があるけど裏側ではこんな組み方をするのね。これスマホの撮影や車の見え方にもつながりそうで気になるじゃん。ブラシで触れる画面の質にも返ってきそうなのだ。みんなはこういう提携って早く動けるイメージがある？それとも複雑に見えるかしら？アンシはうまく噛み合えば強いと思う派だよ。新工場がどう進むか次の動きも楽しみなのだ。お次は三菱自動車工業なのだ。今年度は増益見通しなのだ。去年の数字を見た後だと少し意外に感じるわね。最終利益が250億円見通しで前の年度の2倍超ってことだよね。ただ中東情勢の緊迫化で営業利益が300億円押し下げられるのだ。世界の動きがそのまま会社の数字に入ってくるのは重いわ。でも主力の東南アジアで販売が回復して円安方向も追い風になる見込みなんだよね。去年の売上は前の年度より 3.9% 増えて2兆8965億円で過去最高だったのだ。一方で営業利益は 45.6% 減の755億円。最終利益は 75.6% 減の100億円だったのね。アメリカの関税措置で営業利益が474億円押し下げられたってかなり響いたじゃん。本業の体力は販売だけじゃなくて関税や情勢でも揺れるのだ。営業利益って会社が本業でどれだけ稼げたかを見る目安よね。そこは大きいわ。家計で言うと収入があっても固定費が重いと苦しい感じに近いじゃん。だから今年度の回復見通しも安心しきれない空気があるのだ。回復、リカバリーだけじゃ片付かないところが経済のややこしさね。みんなは車の決算って売上と利益どっちを先に見る？気になった
った方をコメントで教えてほしいのだ。ちょっとだけ決算の見方を挟むわ。会社の成績表みたいなものなのだ。近いわね。一定期間の収入と支出をまとめて利益か損失を出すの。予算の結果を確かめる感じよ。ただ数字を並べるだけじゃないんだ。そう。正確か、ルールに沿ってるか、少ない費用で回せたか、狙った効果が出たか、いろんな目で見るの。家計簿を見返すのに少し似てるのだ。国のお金は4月から翌年3月までで区切るから、後で予算と実績を比べやすいのよ。数字の後ろにやり方まで見えてくるのが面白いじゃん。今日は値上げも提携も増益見通しも裏側の工夫が見える回だったのだ。数字って硬そうだけど見方がわかると結構面白いじゃん。次回も一緒に覗こうね。概要欄にリンクもあるから、気になった記事はそこも見てちょうだい。高評価もお願いするわ。また見てねなのだ。うん。